韓国ソウル地下鉄釜山駅。着いた。少し行ったらコヤン市に入ってしまうソウルの北西部。さて今日行くところはこっちか。ここ最近は昼間やのに気温はマイナス。身にしみる冷たい風を浴びながらこっちわさびが今日も行く。駅出てすぐ目の前の交差点で右折。今日はここまっすぐや。簡単。ウンピョングってなかなか来ることないからな。もう日陰で寒いわ。早くお店に行ってヒーリングさせてもらわなあかん。急ご。電柱になんか書いてるよ。ウンピョングのスローガン的なことが書いてあるけど、その上仏漢山の大きな森。そうか、仏漢山の麓やもんな。奇遇やわ。俺もある意味今日は森を探しに出かけてるからな。青々とした緑。ソウルンピザ。これは結構有名なチェーン店やけど、釜山駅からちょっと行ったところにソウルンという朝鮮時代の王様のお墓がある。だからか。ほら、本店。ここ1号店らしい。何回か頼んだことあるけど、それは知らんかった。こんなとこに本店あんねや。練習始めると飯食われんからたまに頼むねんな。てか森見えてきてるやん。着いた。早く먹고 싶다。올해는 삼겹살로 크。お店の名前はオクタッパンチョンドミナリ三魚。チョンドはミナリ有名やもんな。長年の友と共に過ごす空間。気ぃつかんでいうことや。まだなんか書いてある。100人が1回来る食堂よりも1名が100回来る食堂を作ります。じゃあ俺101回行きます。くだらんこと言うてる間に体もう冷えてカチカチや。温かいオクタッパンへ入店です。こちらのメニュー、代表メニューはやっぱりミナリサムギョプサル。あとはスペイン語でエンジェルの翼を意味する黒豚のプルマ。国産のチャクサルサムギョプというものもある。イベリコ豚のメニューもいっぱいあんな。サイドメニューもイベリコのソーセージがあったり、ミナリチヂミ、ククスなんかも種類が豊富。楽しみ。メニューを見てたらその下にこれはタッチパネルか。じゃあ注文していこう。やっぱりまずはこれやろ。ミナリサムギョ2人前ポチッ。そしてあとは冷たい焼酎。何種類かあるけど今日はガマちゃんではなくキツネちゃんポチッ。店内は看板の色と同じように緑色。やっぱり俺は森に来た。テーブルの上には鉄板1枚。そんな時向こうの方からおかずが運ばれてきた。なんか置かれてんけど、でっかいザルみたいなやつ。そのザルの上には数々のおかずが乗せられてる。サラダにパクチー、ニンニク、わさびにタチウオの内臓の塩辛。こちらは左からチョソッチャンの漬物、洗ったムグンジ、餃子ニンニクの漬物。まだまだタラの干物の和え物、もやしの和え物にネギキムチ、お味噌、お塩、そしてきな粉。これも後でつけるソースやな。チーズとわらびが見えるけど、これは後で焼くんやな。これも後で鉄板に乗せる用のキムチ。そして来ましたチョンドミナリ。こんなたくさん運ばれてきたらテンション上がるで。早く食べる準備していこう。できた。久々のキュービのキツネちゃんをぐる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 。 Go to フォレストローリング。水筒の代わりに透明の瓶を持っていく。めちゃめちゃ寒い日にあったかい部屋で冷たいキュービのキツネちゃん。本日1杯目。気合十分。霜降みて塔が横目に峰目指す。ありがとうございます。またなんか運ばれてきた。湯気が立ち上るキムチチゲ。いろいろ紹介したけど、ここで真打ち登場。ええ音しながらお肉が乗せられた。その上にキムチ、チーズ、わらびなどが乗せられる。極寒の冬に花が咲く。
ああ、もうたまらん。店員さんが丁寧に肉を切ってくださる。肉を焼く音は森に隠れる川のせせらぎ。わらびも切っていく。肉は裏返り、俺は目をつぶる。そういや考えてみたら焼酎入れて何にも食べてへんかった。少し焼く時間かかるから、まずはこれ、洗ったムグンジ、それを一つかみ。引き上げてすぐさまパクリ。噛んだ瞬間ムグンジから出てくる酸っぱさ、口の中を駆け巡る。お肉はラジオ体操するかのように綺麗に並べられてる。わあ、焼き色してるわ。赤くなってた部分もこんがりと焼き上げていただいた。そういやミナリどこ行ったと思った瞬間登場。社長が直接森を案内してくれる。 일반 미나리보다 싱거면에 향이 진해가지고 가을 미나리 같은데 겨울 미나리로 들어가는 거고요. 少ししなったミナリをハサミで切っていかれる。そしてここからミナリを上から押さえつける。森に潜む蒸気の使い手。ここまでやっていただけるなんて本当ありがたい。俺絶対できひんから。その技俺にも伝授して。ちなみに社長が焼きながら説明してくれてんけど、お店が推奨する食べる順番がある。まず最初の一口目はお塩のみ。わかるわかる、これ書いてなくても俺そうしてたから。じゃあまずはシンプルな味をいただこう。一口。目の前の鉄板がキャンバスと変わり、広がっていく油で超大作の一枚を描いてる。やはり焼いていただいて大正解。外側はカリッとした食感なのにもかかわらず、噛むたびに中から出てくるジューシーな肉汁。塩だけで食べてるから肉の新鮮さも感じられる。やばいで、キュービのキツネが俺の肝臓を狙ってきやがった。こいつはしっかりと手なずける。次の一切れはわさびと一緒に。本当は餃子ニンニクとって書いてあったけど、名前がコチュわさびですから、とりあえずこれでいかしてもらおうかなと。やっぱりサムギョプサルのような脂気があるお肉には、それをしっかりとキャッチしてくれるわさびとはよう合うわ。もうこれは我慢できる。サラダを一つかみ。おかずがいっぱいありすぎて何食べるか迷ってしまう。嬉しい悩み。そういや次何で食べろって言われてたっけ。あ、思い出した。これやわ。そう、パクチー。それをペットソースの中に入れていく。韓国の方はパクチー嫌いな人多い。でも俺大好きやから全部入れる。サルグクスとか食べに行ってもおかわりもらうぐらいやからね。でも嫌いやったらこの食べ方はしなくてもいいとおっしゃってた。俺は絶対飛ばすことのできない工程やで。パクチーもりもり。パクチーサムギョプサルをパクリ。思わず漏れてまう。サムギョプサルとパクチーって俺初めて食べたんちゃうかな。うまいなこれ。追加でパクチーをパクリ。続いてはこいつ。海苔を醤油ベースのタレに漬け込んだもの。それをまたお肉と一緒に。これも珍しい食べ方。パクリ。入れた瞬間広がる磯の香り。あ、これうまい。この醤油ベースのタレもめっちゃええ感じやねんけど。いや俺これ好きかもしらん。書いてある食べ方とはちょっとちゃうねんけど、社長が最初サンプルでいろいろ作ってくださったのね。めちゃめちゃ親切な方やねんけど、そこでおっしゃってたムグンジと一緒に。もうこれはね、安定の味を。肉の脂身と酸味が出会ってしまうからね。そうなったら呼ばれるよね。ただちょっと待ってて。やること多すぎてまだ主人公が出てないのよ。ミナリを一つかみ。まずはそのまま口に入れる。入れた瞬間感じるこの確かなミナリの香り。鼻からほわんと香りが抜ける。もっと奥深く森の中へ入っていく。お肉と合体。なんとも色鮮やかなミナリとサムギョプサルとの運命の出会い。一口。やはりミナリから出る爽やかな風に吹かれ、サムギョプサルの脂は遠くに吹き飛ばされる。もう最高や。キュービのキツネもそこら中を走り回る。豚肉の流れてくる油で焼かれたキムチ。上流から流れてきた川で俺は溺れる。温かいうちにこのキムチチゲも。気をつけながら夫婦。そしてパクリ。これもムグンジから出るキムチの酸味でコクのあるキムチチゲ。うまっ。次はこのチーズ。伸びる伸びる。チーズとサムギョプサルもそんなにないよね。チーズのコクがサムギョプサルを優しく包む。ここのおかずのラインナップそう熱すぎ。誤解ないように言うとくけど、ミナリはめちゃめちゃうまいからね。そうや、まだあんのよ。タチウオの内臓の塩辛。それを少し持ってくる。森もあったら海もあるいうことや。
俺これ好きやからさ、もうわかんねん。ドッグランならぬフォックスラン。フォックスでええんかな。さあ駆け巡れ。手を離したら主の元から思いっきり走っていきやがった。ランニングフォックス。俺もこの店の中走り回りたい気分になってしまう。餃子ニンニクもパクリ。食べる順番とか一つ一つ説明してくれてる時から思っててんけど、こだわり持ってやってはるからかおかずも全てうまい。まだあるからね。お肉をきな粉につけていく。日本じゃあんまりお肉にきな粉って考えられへんけど、またこれがうまかったりすんのよ。ニンニクも一切れ。それをこのお味噌につけていく。軽快にニンニクを口の中に入れていくんやけど、今日なんかいろいろいっぱい出てくるやん。だから最初俺これサムジャンやと思っててん。ちゃうねん、このお味噌。これだけあったらもう野菜バリバリ食えるんちゃうかって思ってまう。一通りいろんな食べ方をしたところで、俺がしたかったこと。身なりを適量持ってくる。風とともに舞い落ちる。森の中でふと発見。わらびも静かに舞い落ちる。まだまだ鉄板の上には油で焼かれたこのキムチ。そいつも上から覆いかぶさる。いろんな食べ方がある中で、やはり鉄板の上で一緒に焼かれた同士の絆。それを大きく一口。それぞれの個性のある食感とお肉の脂の融合。なんか無力さ感じてもうたわ俺。ネギキムチ。もう俺の語彙力を超えるぐらいいろんな食感が味わえる。この酸っぱさもかなり心地いい。顔が中心にギューってなってしまう。最近はこの餃子ニンニクも高いから出ない店が多い中たくさん出していただける。パクッ。このみずみずしい餃子ニンニクで喉に潤いを与える。북한산 노습 서마요이 발견한 카리카리 삼겹살 완판이 히치노 솔로 콘사토 이선호 향긴 특별 게스트 발견한 노래노 심포니아 욕심쟁이는 다치 일으킨 시 시는 야빨이 잘미테루 요쿠바루 내게 카미나리 꽂혀요 앵코레와 그 머릿속에서 김치가 야사시크 달려오네 감싸안으며 마크 내리고 지카요루 구미호와 허시 따러 가자ニューイヤーソングが流れたところで鉄板の上も寂しくなってきた。美味しいお肉の後はメルチククス。ククスがあんのか。これがメルチククスか。目の前のメニュー見るとヨルムキムチビビンククスに赤い星がついてる。星のように流れる心。ポチッと。待ってる間にタラの干物の和え物。このこだりで思い出してんけど、このお店こだりビビンミルミョンというメニューもある。これもうまいしミルミョンやろ。わあ食べてみたいなと浮気心が出た時、向こうの方から運ばれてくる。まずは早速軽く混ぜる。肉を食べた後の少しほてった体にはこういう冷たいククスがよく合う。麺もしっかりとした歯ごたえが残り俺好み。シャキシャキとしたヨルムキムチ、甘酸っぱいヤンニョムが平常心に戻してくれる。ほら止まらん。ヘジャンのノリでまたすぐ焼酎を欲してしまう。正直チャーハンとめっちゃ迷ってん。ミナリボックンパっていうのもあったから。でも肉とククスって合うやん。そんな中少し残ってたネギキムチの青い部分も入れてやる。麺に絡ませ吸引力全開ですすっていく。麺を食べると止まらない。鉄板に残ったこのキムチもパク。光る器が大きく傾く。
俺の好きなチョソッちゃんも最後の2つ。猛スピードで麺は胃の中に落ちていく。締めになった。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。いろんなおかずがある中尻尾振って喜んでたで。だから最後の一滴まで。本日最後、いや今年最後の一杯。森から出た俺は次は海かな。釜山駅にあるいなりサムギョプサルのお店。バリエーションに富んだいろんな食べ方ができる。そういや出るときチュッパチャップスもらったわ。いなりはもちろんお肉ももちもちしてておかずも全てうまかった。いやー大満足や。わざと緑のチュッパチャップスもらってきて。っていうかこれなかなか開けへんねんな。さっきもちょっと言ったけどこの動画が今年最後の動画。なんか書いてる。うんくん。俺だけ使ったらなんか下心があるようなニュアンスやけどハートあるしな。いつもうまいもん俺だけ食べて申し訳ないですが、今年1年も見てくださり本当に感謝しております。セヘボマニマニパドセヨということで本日の食物語もこれでおしまい。チャイモゴスミダ。